あなたが思い浮かべる忍者はどんな姿でしょうか？きっと多くの人が全身を真っ黒な装束で包み、夜の闇に紛れて屋根の上を駆け抜けるあの姿を想像するはずです。覆面で顔を隠し、背中には刀を背負っている。それが私たちの知る忍者の常識です。しかし、その姿は本当に歴史の事実なのでしょうか？実は本物の忍者は黒い装束など着ていなかった可能性が高いのです。今回は日本人が信じて疑わない忍者と黒装束という結びつきを当時の資料から徹底的に検証していきます。資料にはこう書かれています。江戸時代に書かれた忍術の専門書、万川集会や小人記といった書物には、忍びの者の服装について具体的な記述が残されています。そこに登場する色は意外なことに黒ではありません。記されているのは柿色、つまり柿の渋で染めた赤茶けた色や紺色、藍で染めた深い青などでした。なぜ黒ではなかったのでしょうか？理由はとても合理的です。真夜中の闇というものは実は完全な黒ではありません。月明かりや星明かりがわずかに差す中で、真っ黒な人影はかえって輪郭がくっきりと浮かび上がり目立ってしまうのです。そのため忍びは闇に溶け込む暗い茶色や空の色に近い紺色を選びました。中でも藍で染めた紺色にはもう一つの利点があったと言われています。藍には独特の匂いがあり、虫や蛇を寄せ付けにくく、また布地を丈夫にする効果もあったため、野外で長く活動する忍びにとって理にかなった選択だったのです。さらに重要なのは、忍者の仕事の本質が戦うことではなく情報を集めることだったという点です。彼らに最も求められたのは、敵地に潜入し誰にも気づかれずに任務を終えることでした。そのために最も効果的だったのは、特別な装束ではなく、その土地の人々と同じ姿になることです。農民のように野良着を着て、旅の商人のように歩き、僧侶のように振る舞う、当たり前の風景に紛れ込むことこそ最高の変装だったのです。実際、忍術書には変装術が数多く記されており、いかにして怪しまれずに敵地へ入り込むかが繰り返し説かれています。つまり、本物の忍者は、目立たないことを何よりも徹底した地味で実務的な存在だったと考えられています。ではなぜ忍者は黒装束を着ているという誤解がこれほど深く広まったのでしょうか？その起源をたどると江戸時代の歌舞伎の舞台に行き着きます。歌舞伎には黒子と呼ばれる存在がいます。全身を黒い衣で包んだ裏方の人物で、舞台の上で役者を手助けしたり小道具を動かしたりする役割を担います。観客は暗黙のうちにこの黒い衣の人物はそこに存在しないものとして見ない約束になっていました。黒い装束は見えない人間を表す演劇的な記号だったのです。やがて舞台に忍者を登場させるとき、この約束事が巧みに利用されました。忍者がこっそり忍び込む場面で黒い装束を着せれば、観客はすぐにこの人物は今隠れているのだと理解できます。こうして黒は隠れているという視覚的なイメージが舞台の上で結びついていきました。この演出は大分かりやすく江戸の人々の心に強く焼き付きました。江戸の庶民にとって黒装束の忍者はもはや舞台を飾る定番の存在となっていったのです。そして時代が明治へと移ると、講談や大衆向けの小説がこの黒装束の忍者像をさらに広めていきます。物語の中で忍者は黒い衣をまとった神秘的な存在として描かれ人気を集めました。明治から大正、昭和へと時代が進む中で活字メディアが忍者像を固定化していきました。さらに戦後になると映画やテレビ、そして漫画がこの姿を決定的なものにします。映像の中で黒装束の忍者が活躍し、その印象は日本だけでなく世界中へと広がっていきました。つまり忍者と黒装束という結びつきは歴史の記録から直接生まれたものではなく、江戸から現代へと続く大衆娯楽の歴史が長い時間をかけて作り上げたイメージだったのです。二つの事実を重ね合わせるとはっきりとした姿が見えてきます。本物の忍者は柿色や紺色といった地味な色をまとい、あるいは農民や商人に変装してひたすら目立たないことを追求した現実的な情報のプロフェッショナルでした。一方で私たちが思い描く黒装束の忍者は江戸の歌舞伎が生み出し、明治の講談や小説が育て、戦後の映画やテレビが世界へ広めたいわば演劇的なフィクションだったのです。どちらが優れているという話ではありません。けれども資料が語る本当の忍者の姿を知ると、彼らがいかに賢く、いかに地に足のついた存在だったかが見えてきます。派手な黒装束ではなく、地味な色と巧みな変装で任務を成し遂げたその静かな知恵こそが忍者という存在の本当の凄みなのです。黒装束という華やかなイメージの裏にはもっと興味深い真実が隠されていたのです。あなたの常識は今一つ書き換えられたかもしれません。チャンネル登録と高評価が次の真実を届ける力になります。次回第2回伊賀と甲賀
最大のライバル対決は本当にあったのか、語り継がれてきたあの宿命の対立に資料の光を当てていきます。歴史の常識をまた一緒に検証しましょう。